皆様こんにちは、横尾忠則現代美術館の、館長補佐兼学芸課長の山本と申します。本日は、ただいま開催中の展覧会横尾忠則の緊急事態宣言について、ご紹介したいと思います。緊急事態宣言というとまさに今コロナの時代なわけですけれども、この展覧会はやはりその状況を踏まえて企画されたものです。で、私この非常に奇抜なマスクを今して喋らせていただいているんですけども、これも横尾さんがデザインされたマスクでして、実はこの後ご紹介する展覧会の内容とも少し関わってくるような、マスクになっています。緊急事態宣言というタイトルなんですけれども、実は、横尾さんは非常に宣言を、縁が深い、何か自分の人生の節目の大きな時には何か宣言をするというそういうアーティストです。主なものだけ拾ってみても、1970年には休業宣言、1981年には画家宣言、2009年かな、2008年ですかには隠居宣言、そして2019年には公開制作宣言というふうにさまざまな宣言を行ってきました。何か節目にそういうことを言うことによって自分を奮い立たせるみたいなところもあるのかなと思うんですが、一番有名なのはやっぱり1981年の画家宣言です。ただこれは実は横尾さんが自分で言い出したものではなくて、デザイナーから画家へ変わろうかなっていういろいろそういう計画している時にその情報を聞いた新聞記者がこれは横尾忠則の画家宣言だということで、命名したと言われています。今回の緊急事態宣言もですね、実はこのコロナの時代に反応して横尾さんがいろんな新しい動きを見せている、その状況を見てですね、これは横尾さんの緊急事態宣言なんじゃないかと、我々の方で考えまして、そういうタイトルを横尾さんに提案したら面白いじゃないかということで展覧会が出来上がりました。ではまず2階の展示室からご案内いたします。この展覧会では横尾さんが描いた絵画の中から緊急事態を連想させる作品を選んで特集をしています。まず最初にご紹介するのは「ライオンと緑の月」という作品です。この作品は今回の展覧会のポスターの原画にもなっていまして、展覧会全体を象徴するメインビジュアルのような形になっています。実は横尾さんが大好きなフランスの画家アンリ・ルソーの「眠るジプシー女」という作品が下敷きになっています。オリジナルの作品では、ルソーの作品では、ジプシーが砂漠の中で横たわって、眠っているんですけれども、なぜかその傍らにライオンがそっと寄り添って様子を伺っているという非常に幻想的な作品になっています。横尾さん若い時にですね、まずその、ルソーの作品のパロディを作っていまして、そこでは同じ構図なんですけどもライオンがペロリとジプシーを食べちゃったっていう状況が描かれています。この、ライオンと緑の月は1996年の作品で、そのちょうどオリジナルと横尾さんの67年のパロディの間に位置する、瞬間を捉えていまして、ライオンがガバッとジプシーにまさに襲いかかろうとする危機的な状況が、描かれております。続いてご紹介するのはこちらの作品なんですけれども、タイトルが長すぎてちょっと覚えられないので、見ながら読み上げます。大阪の親戚に魚屋の力松という人がいた。僕が母と一緒にこの人の家を訪ねると、決まったようにタコ食うかと言ってタコの足を切った。この力松のおっちゃんがある日、僕の家にちんどん屋を連れてインチキ石鹸を売りに来た。そして夜になると三味線と太鼓で怪しげなパフォーマンスをするのだった。これが作品のタイトルです。まさに今読み上げた通りの、情景が元になってるんですけれども、大阪にいた親戚の力松おじさんの印象を絵にしたものです。どうやらその力松っておじさんはですね、すごく気のいい人なんでしょうけども、ちょっとヤクザっぽいっていうか、子供の横尾さんにしたら危ない感じ、ちょっといかがわしい感じ、雰囲気のある方だったようです。こちらに2つの作品が展示されています。まずこのブルーの絵なんですけれども、トイレにまつわるストーリーが描かれています。実は僕もあまりお腹が強くないのですごく共感するところがあるんですけども、トイレに間に合うか間に合わないかわからない、そういうギリギリの感じっていうか、まさに緊急事態だと思うんですけど、そういう状態と間に合ってよかったなと、もう天にも昇る気持ちで自由になって飛んでいく人物が描かれている。
そういう作品になります。一方ですね、こちらの黒い作品、文字が書かれてるんですが読めますでしょうか。本当ならぐるっと180度上下をひっくり返していただくと「神は死んだ」っていう非常に冷たい冷酷な言葉が書かれています。もしトイレ緊急事態が間に合わなかったらこういう絶望的な気持ちになるのではないかと、本来全然関係ない作品ですけども、そういうふうに組み合わせて、楽しんで見ていただいてもいいのではないかなと思います。はい、こちらの作品は「名人芸」というタイトルの作品です。非常に不思議な状況が描かれていまして、恐竜なのか、ゴジラなのか、おそらく巨大な怪物の口の中に、人物がおりまして、非常にうなだれて落ち込んでいるような状態で、います。なぜこういう状況が訪れたのか、この後どうなるのか、そういう説明は一切ありません。ただもうパクッといったらおしまいですから、非常に危機的な状況、まさに緊急事態なんだろうなということはわかるわけです。さらに、お気づきかもしれませんが、作品の周りに小さなパネルが無数に散りばめられるように展示されています。これが今回の展覧会の非常に大きな特徴でして、横尾さんのウィズコロナのシリーズをこういう形で空間的にインスタレーションしています。ウィズコロナというのはですね、今年の5月頃から横尾さんが精力的に主にウェブ上、サイバー空間上といいますか、ツイッターなんかでどんどん発信しているデジタル作品なんですけれども、主に自分の過去の作品、そうでないものもあります。いろんなイメージに口を描いたマスクをコラージュしていくという、そういうシリーズになります。ものすごい数横尾さん作っておられまして、今年の5月から今9月までの間にほぼ360以上のイメージが生み出されています。その中から今回は約250枚をですねパネル化しまして、まるでウイルスが展覧会場を侵食していくかのようなパンデミックを思わせるようなインスタレーションを行っています。こちらの2つの作品なんですけれども、まるでセットもののようなワンセットのように見えるんですが、本来は全然別々の時に描かれた作品です。今回組み合わせて展示したら面白いんじゃないかということでこういう形にしてご紹介しています。右側の作品、キャンバスに電球が4つついているという、非常に奇抜な作品なんですけれども、ヒントになっているのはダンテの書いた小説「神曲」です。これは非常に名作なんです小説ですけれども、主人公のダンテが詩人のベルギリウスに連れられて地獄、あの世ですね、地獄、煉獄、天国を順番に冒険するという非常に壮大な物語です。横尾さんこれ新曲が大好きで、特に地獄はですね、地獄のシーンは非常に生き生きというか死に死にというか分かりませんが、地獄のすごい悲惨な状況っていうか怖い状況が生々しく描かれている。でこの右側の作品は、地獄において光に対して怯えている死者を描いているとされています。左側の大きな作品は、横尾さんがイタリアに行った時に制作されたものです。ミラノ・スカラ座という、著名なオペラハウスがありますが、そこでモーリス・ベジャール・バレエ団がですねオリジナルのバレエを制作する、その舞台美術を横尾さんが依頼されて現地で制作をしていました。ただ結構待ち時間があったみたいで、もったいないなということで、近くのバレーゼの森というところに行きまして、イタリア人の若いアーティスト3人に協力してもらい、裸で森の中でポージングしてもらって、それを絵画に起こしたものということです。この作品は横尾さんが80年代末から取り組んでた滝のシリーズの中の一点です。1988年頃、横尾さん夢の中に滝が現れたことをきっかけにしてさまざまな滝のモチーフを描いていったんですけども、この作品はその中でもちょっと異色の一枚です。よく見ていただくと風景の中に2人の人物の大きな顔が隠れているのが分かるのではないかと思います。2人が互いに向き合っているような感じなんですけども、実はその左側に描かれているのは、イラクの昔の大統領であったフセインです。で右側に、アメリカのジョージ・ブッシュ大統領、お父さんの方ですねが描かれています。この作品が描かれた当時、ちょうど湾岸戦争というのが起こりまして、アメリカとイラクが戦ったわけなんですけれども、まさに緊急事態ですね、世界規模での緊急事態が描かれていて、
普通滝の水が流れているところにまるで血を思わせるような赤い水が描かれているという作品です。横尾さんがこういうちょっと政治的なことをテーマにするのはすごく珍しくてですね、そういう意味でも異色の作品と言えるのではないかと思います。この作品は横尾さんと親交が深かった小説家の三島由紀夫さんがテーマとなっています。画面の左側に両腕を縛り付けられた状態でいるのが三島さんなんですけれども、これは彼が大好きだった画家グイド・レーニの聖セバスチャンの殉教と同じポーズをとっています。殉教者として非常に苦難を背負っているような三島さんの生き方が描かれているのではないかと思います。1984年にミラノ・スカラ座で行われたモーリス・ベジャールバレエ団のオリジナルバレエ作品「ディオニソス」、その舞台美術を横尾さんがやった際に重要なビジュアルの一つとしても使われたもので、80年代の横尾さんを代表する作品の一つと言えるのではないかと思います。この作品非常に大胆なタッチで描かれているんですけども、いろいろ面白いディテールがありまして、何か黒いストライプがバーッと走ってる、これよく読むとカタカナで三島、赤いのはワーグナーと読めます。三島さんが好きだった作曲家のワーグナーも合わせて登場しています。また非常にディテールが面白くて、なぜかおそらくこれ鳥ですかねの骨が貼り付けられていたり、木の棒がコラージュされていたりと、非常に造形的な実験も多彩に行われています。こちらの作品は2000年に開催されたデビルマン永井豪イラストレーションズ展という展覧会のために横尾さんが制作したものです。これ我々の世代にはとても懐かしい漫画家永井豪さんの代表作「デビルマン」のワンシーン、主人公デビルマンと幼鳥シレーヌの戦う場面が描かれています。この作品また近寄って見ていただくとすごく面白いディテールがいっぱいあるんですけれども、周りの崩れ落ちる高層ビル、これは実は切手で表現されています。実は横尾さん若い時はもう大変な郵便オタクで、画家になろうか郵便局員になろうか真剣に迷ったぐらい郵便が大好きでした。それとですね、ものすごく細かいのでかなり近寄って白線を越えないレベルで近寄って見ていただきたいんですけども、すごく細かいシール、文字のシールがあちこちに貼ってます。最悪とかなんでやねんとかですね、非常にユーモラスなシールがあちこちに貼ってますので、この緊迫した場面とそのシールのユーモラスさがすごく面白いコントラストを生んでいると思います。こちらは銃撃戦コーナーです。まるで絵と絵の間で弾が飛び交っているような、ピストルの弾が飛び交っているような展示空間になっています。中でも注目していただきたいのは一番左の大きなキャンバスなんですけれども、この作品は昨年2019年に横尾さんが新作として発表したものです。ただし下に描かれているこの絵はですね、1990年、かなり昔です。横尾さんがインドに旅行した時に現地の職人に注文して、多分看板とかを描く職人だと思うんですけど作らせた絵が元になっています。その30年前ですかに描かせたキャンバスを思い出して、その上からいろんな要素を書き加えて昨年新作として発表しました。非常に優雅にインドの神々がくつろいでるようなんですけども、なぜかピストルの弾が当たったかのような弾痕があちらこちらに開いているという不思議な作品です。でさらにこの作品作ってる時に横尾さんから電話がありまして、ちょっと相談があるんだけど山本君、今度の絵ではですね、インドの神さんがいるんやけど男性の神様はラブって言うてるんやと、で女性の神様はマネーって言うてるんや、面白いやろ。で動物にもうちょっと何か言わしたんやけどなんて言わそうかっていうので、先生それなかなかちょっとうかつなことは言えないんであれなんですけど、アートなんてどうでしょうって言ったら面白いかもねとおっしゃいました。ただほとんど採用されてなくてですね、よく見るとここでネズミがちっちゃくアートって言ってます。もうそれはもしかしたら僕の意見がここだけ採用してくれはったのかもしれません。それでは3階の展示室をご案内いたします。まず最初に展示されているのは横尾さんが中学時代に熱中して読んだバルーバの冒険に基づいた3点の作品です。バルーバの冒険というのは南陽一郎の小説で、
いわゆるターザンですね、ジャングルの王者ターザンの物語を日本の子どもたちに分かりやすいように、翻案して書き直した、シリーズになっています。当時大変な、人気を博しました。最初の2枚はですね、いずれもターザンが美少女グレースに襲いかかる大きなゴリラですねと格闘しているシーンなんですけれども、一番右側の作品は比較的オリジナルに近いジャングルの中の情景なんですが、左側の作品はなぜか部屋の中で、戦いが行われている、ちょっとシュールな、場面になっています。でさらに一番左側のライオンと戦うバルーバ、このライオンは実は固めの金獅子と言われていて、バルーバの好敵手だったんですが、戦っているうちに仲良くなって、ついには、頼りがいのある相棒になっていくという、そういう重要な登場人物なんですが、その2人が戦っている場面はですね、点描の作風で有名なジョルジュ・スーラの「アニエールの水浴」という有名な作品の中に紛れ込んでいると、そういう不思議な作品になっています。はい、一目見たら忘れられない面白い絵なんですけれども、ジョーズとマリリン・モンローという、ハリウッド映画の2大スターの夢の共演というか、おそらくジョーズが襲いかかってるんでしょうね、マリリン・モンローに。で実はこの作品はですね、下の絵は2002年に描かれていて、でその上からですね、2012年に横尾さんがパニックパニックっていう字とこの、気を失ってるんだがこの人物を後から、落書きっていうと失礼なんですけど書き足したような、そういう作品になってます。でまたこの絵の内容とですね、額縁が全然合ってないんですけれども、この額縁も横尾さんがこういう立派なのに入れなさいということで、指定の額縁ということになっています。この作品は、西部劇「コルドラへの道」のポスターに基づいたものです。コルドラへの道とは1959年の映画で、ゲイリー・クーパーとリタ・ヘイワースが主演した、映画になってます。横尾さん、この映画が好きなのか、この映画のポスターが好きなのか、コルドラへの道に基づいた作品を結構たくさん作っているんですけれども、この場面はですね、その中でも、ヒロインのリタ・ヘイワースが悪役に襲われてですね、誘拐されようとしている、まさにそういう危機的な状況を描いています。なおこの作品は2013年、この美術館で公開制作で描かれたもので、お客さんが見てる前で描かれました。まず1日目にですね、この映画のワンシーン、人物たちが描かれまして、2日目は悪役のセリフですね、I'm wanted for murder、どうせ俺は殺人でお尋ね者だからそれならっていう悪役のセリフがフリーハンドで書かれました。で横尾さんはもともとやっぱりグラフィックデザインをやってたっていうこともあって、全くフリーハンドでピタッと絵に収まるように、お客さんが見てる前でこのアルファベットを書いていったって非常に印象深い、公開制作でした。こちらの作品6月27日の子宮内での出来事というタイトルです。6月27日というのは横尾さんの誕生日ですので、まさに横尾さんが生まれる時にお母さんのお腹の中はこういう状態になっていた、そういうような絵なのかなと思います。この横顔の女性はヘレン・ケラーで、実は誕生日が横尾さんと同じ6月27日で、それ以上にこの作品で面白いのはですね、横尾さんが大好きな少年向けの冒険小説の要素がてんこ盛りなんですね。このワニと格闘する少年は山川惣治の「少年王者」という小説の表紙で、こちらのガラスの向こうに人がいるんですけど、これはジュール・ベルンの海底2万里、おそらくここは海の底で、その中、海底船の中に乗っている乗組員が見えているのかなと。で横尾さんの作品によく登場する3人の少年たちは江戸川乱歩の「新宝島」の登場人物です。こういうふうに横尾さんはもう冒険の世界が大好きでですね、おそらく横尾さん自身も、冒険の中を生きてる、そういう生き方をしてるんじゃないかなと思います。で冒険小説っていうのはやはり何か危機とか波乱とか緊急事態が起きないと面白くならないので、だから横尾さんにとって実は緊急事態というのはもうなくてはならない、要素なのかもしれません。こちらのコーナーには燃え盛る炎、まるで火事のような、情景を描いた作品を集めています。それぞれの作品は全く別々の時期に書かれていてテーマもバラバラなので、たまたま何か炎のようなモチーフが中心になっている、それを集めているということになります。それぞれ面白いんですけども、この作品の真ん中のところをちょっと見ていただきたいんですが、
まるでノートルダム寺院が燃え落ちているような感じのシーンが描かれています。寺院なのかもしかしたら東京都庁なのかよくわからないんですけども、少なくともこの絵が描かれたのは1992年なので、先日のノートルダム寺院の火事よりはるかに昔にこの作品は描かれているということになります。こういう感じでですね、横尾さんの作品というのは時々すごく時代を先取りして予言的な表現を含んでしまう、非常に面白いなというふうに思います。横尾忠則の緊急事態宣言展いかがでしたでしょうか。実はこの一つ前にはですね、兵庫県立横尾救急病院展という展覧会をやっていました。美術館をもう病院に変えちゃおう、変化させちゃおうっていう非常にユニークな展覧会だったんですけれども、偶然コロナとシンクロしてしまってちょっと非常に不思議な展覧会となってしまいました。その時に抱いた不思議な感覚っていうか、それをもとにですね考え出されたのが今回の横尾忠則の緊急事態宣言展です。ですので病院展と緊急事態宣言展は2つで1つというか、このコロナの時代にリアクションして化学反応を起こして生まれたような展覧会というふうに言えるかもしれません。非常にこのコロナでですね、みんな非常に困った状況というか、苦労されている方がいっぱいおられると思うんですが、そんな中でも横尾さんはそういうコロナの状況をプラスに転化してクリエイティブなエネルギーに変換してですね、どんどん作品を生み出している、そういうエネルギーがですねお客様にも伝わって、ちょっとでも勇気をお裾分けできるような、そういうふうになっていれば嬉しいなというふうに考えています。